こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。2月10日月曜日、時刻は昼の4時を回りました。今日もいい天気ですね。この青空と白い雲、この冬の季節ならではのこの澄み切った空気感、なんだか心地いいですね。ただその代わりめっちゃ寒いけれど、でもこうして外の景色を交えながら動画を撮ることによって、この空間の広がりを演出するにはちょうどいいんじゃないかなと思って、それでこうして今屋外で動画を撮っています。相変わらず寒いですね、今日も。前回の動画でも話したように、最近どこ行っても工事ばっかりでして、多分年度末にかけてもうどこもかしこも工事が行われていると思うんですよね。これは僕が今住んでいる地域だけじゃなくて、全国どこに行ってもそうだと思うんだけれど、そんな中で外出先で動画を撮るのって意外と難しいんですよね。どこで動画を撮ろうかなーっていろいろ見て回っていたんですけれども、幸いこの時間帯見渡すとほぼ誰もいないんで、向こうに2名いるかな。犬の散歩をしている方がいまして、土日と比べたら今日は平日ですのでそんなに人も多くないし、今日みたいな日だったら外で動画を撮るにはちょうどいいんじゃないかなと思って、それでこうして今カメラを回しています。今日のテーマは人間関係を見直す、こういったテーマを交えて話したいと思います。これはあくまでも僕個人の見解に基づいて、ありのまま思ったことを喋っているだけの動画ですので、そこら辺は話半分で見ていただけると幸いです。そういう考えもあるんだなとか、もしくは人によってはこの動画をきっかけに何か人生における些細なきっかけ、何か変化を促す些細なきっかけになればいいなと思っています。そんな感じですね。今日も気軽な気持ちで動画を撮っていきますんで、ラジオ感覚でお聞きください。それではよろしくお願いします。結論から言うと、ただ利用されているだけであったり、ただ愚痴を言い続けたり、お互いにマウントを取り合うようなこと、お互いを否定し合うような友人や知人というのは、今すぐに関係を手放すこと、もうその人とは距離を置くことをお勧めします。そういう人と一緒にいればいるほど、もう知らず知らずにストレスが募っていくわけですし、で結果的には時間と労力とお金を無駄にしてしまうことにつながりかねないんで、僕はそういう人との交友関係はあまりお勧めはしません。昔の僕もそういう出来事があったんですけれども、もう今となってはもう昔の友人とはもう完全に疎遠しましたし、で昔勤めていた職場の同僚とも完全に関係をもうなくしました。もうそういう人と一緒にいる時間と労力がすごいもったいないなと思ったんで、もうそれは自分の人生、今後の自分の人生を振り返る中でもう関わるべきでないというふうに感じたんですよね。なのでそういうのはもう接していれば接しているほど時間と労力、そしてメンタルをすり減らしていることに気づいたんですよね。社交辞令というかなんというか、その時の空気を読むような感じで、その当時一緒にいた同僚と飲みに行って全く面白くないっていうわけじゃなかったんですけれども、ただ今振り返れば生産性のない会話を延々と続けていたなっていう気がしたんですよね。もう口を開けばなんだろうな、もう誰々の悪口がどうのこうのとか、あとは誰々の持っている車がどうのこうのっていう風になんか自慢をしたり何か批判したり、そうやってお互いの優位性を示し合ったりとか、そういうなんていうんですかね、マウントを取り合うような人がすごく多かったんですよ。あれがちょっとすごく苦痛だったんで、もうそれは本当にもう見てて、なんというか、なんかすごいストレスだったんですよね。そういうもんなのかなって最初はそう思ってたんですけれども、そういった会社での飲み会であったり、あとは気が乗らない交友関係とかそういうものを何度か経験していくうちに、これ何のために参加してるんだろうって、この人たちと僕の関係ってこれ一体何なんだろうって、これは本当にメリットのある関係なのか、この人たちと一緒にいて自分に何らかの恩恵が得られるのかなとかいろいろ考えていたんですよね。
生産性のない会話だったり、今後の発展性のある何か一つのことに目指すだったり、もうちょっと仕事のクオリティを良くするための相談といいますか、何でもいいけれど、だからその先の何かにつながるような、そのプラス効果、メリットにつながるような話し合いができる相手と一緒にいるんだったら別にいいけれど、ただそれと違って常に誰かのその陰口であったり、誰かを攻撃し非難したりとか、あとは誰かのその趣味や何かやってることに対し批判しては、その自分が正しいんだぜみたいな、自分の言ってることが全てなんだぜみたいな感じで、そういうふうに自慢をしてはマウントを取りたがる、そうやって優位性を示したがる人も前の会社でねいたんですよ。あれがちょっとストレスだったんで、もうそういう人たちと一緒にいる時間と労力、そしてお金がすごくもったいないなと思って、もう完全にその人たちの縁を切ることにしました。もう昔その人たちの連絡先というか、LINE のアカウントもそうだけれど、それ全部消したんですよね。もう視界に入れたくないし、もうできることならもうその人たちとあまり行動を共にしたくないっていうふうに感じるようになったんで、そのこともあってもう潔くバッサリ手放しました。人によってはいつかまた連絡をする時が来るんじゃないかっていうふうに考える人もそれはいるかもしれないけれど、そのいつかなんていう日は来ないんで、それはもう潔く手放したっていいです。それよりもむしろ誰かと誰かと一緒に一つの目標に向けて行動するであったり、あとは目指すべきものが一致していたり、もしくは趣味嗜好が一致するとか何でもいいけれど、お互いに切磋琢磨し合える人と一緒にいるのがとても大事なんじゃないかなと思うんですよね。やはり自分と共通する部分があったり、フィーリングが合うかどうかってすごく大切だと思うんですよね。この社会に出て学校に通っていた時は当時の同級生とそれなりに共通点とかそういうものは少なからずあったといえばあったんですけれども、社会に出てから新たに人間関係を築き上げる、新しい友人を見つけるっていうのはすごく難しいことですので、この辺は今でも、悩むところといいますか、永遠の課題ではあるかもしれないけれど、これはね、日本のみならず世界中どこに行っても新しい人間関係を築き上げるっていうのはやはり難しいと感じる人は大勢いますんで、これはもしかしたら僕以外にも同じような悩みを抱えている人はそれはいるかもしれません。ですが、今僕がこうして、YouTube だったりノートもそうだし、あとはインスタグラムもそうだけれど、自分自身が何らかの行動を起こして、でこうやって何か旗を掲げるであったり、何か自分自身が面白いと感じたこと、関心のあることについて、個人で何かを発信する、個人で何かしらの行動を起こすことによって、それに対して興味を持ってくれる人が増えるかもしれない。でまたは今自分もこういうことを目指してやってますとか、もしくは共通点であったり、少し共感できる部分があったのでコメントをしましたっていうような人もたまにいるんですよね。だからそういった人たちのコメントをもらえる時がすごく嬉しいなと思って、それも割とこういう個人発信をする上ではモチベーションの源になるというか、ちょっと元気が出るんですよね。でこれとは別に去年僕が北海道へ旅をしていた時に感じたのは、思った以上に日本国内旅をしてる人がすごい多いなと思ったんですよ。特に北海道は自転車旅だったりバイク旅もそうだし、僕みたいにヒッチハイクをしてる人もたまにいるっちゃいるんですけれども、でも思った以上にね、そうやって安定を手放し自分にとって面白いと感じたことであったり、その心の赴くままに行動している人がすごく多いなと思ったんですよ。あれはすごく感動しましたね。そうやって自分と少し境遇が似ている人であったり、または今関心のあることや少ないもので生きていくことであったり、その旅をすることの楽しさであったり、そういういろんな経験を積み重ねて自分の知らなかった物事を知ることができる、自分自身の見聞が広がる、そういった体験を積み重ねることによって人生がもっと面白くなる、そういったことについて
お互い話し合うことができる、そこがねすごい面白いなと思ったんですよ。こういうのも会社に勤めていた当時は、あまり知ることはなかったわけですし、そういう人たちと出会うきっかけも今まで全然なかったんで、お互いになんか熱意というか熱く語り合えるような、なんかそういう人たちと出会った時の時間はめちゃめちゃ楽しかったですし、すごく充実した時間でもあったんですよね。今いる関係がもしつまらないとか、なんかそうやって、自分にとってもう何らプラスにならないとか、もうむしろ話せば話すほどもうストレスが増してくる、または自分自身のそのメンタルをすり減らしてしまうことに嫌気がさしている、そういう人がもしいるんだとしたら、そういう人とはもう距離を置きましょう。で、もし何かを変えたいっていうのであれば、やはりその環境を変えることが一番手っ取り早いかなっていうふうに感じますね。今勤めている職場を変えるのでもいいし、住んでる場所を変えるのでもいいですし、そこら辺の取り組みは人それぞれですので、ご自身のできる範囲でやればいいんじゃないかなと思うんですが、そうやってなんか自分にとって、いらないものはいらないって言い切ることであったり、もう必要のない人間関係、そのデメリットでしかないようなそういう人とはもう極力関わらないことで、本当に自分のことを応援してくれる人だったり、もしくは切磋琢磨し合える人と行動を共にする、そういう人たちと話をしながらその自分自身の成長につなげていくことが、これから先の人生においてとても大切になってくるんじゃないかなというふうに僕はそう思います。これちゃんと動画撮れてるよね。大丈夫かな。オッケーオッケー。はい。というわけで、そろそろ終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。寒い。